これからルームツアーを始めます。我が家は築30年の 3LDK マンションです。約6年前にこの中古マンションを購入してリフォームをしました。家族構成は夫と小学校1年生の息子と3人暮らしです。これから各部屋を収納やお気に入りのインテリアを中心に紹介していきたいと思いますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではまず最初に玄関からご紹介していきます。いかにもマンションの玄関といった感じで広くはないので、持つものを厳選しています。靴箱は基本的にはここのみなので、靴も少なめです。身長に合わせて主人のものが一番上に来るようにしています。そして冬の間によく使う手袋は玄関に置いておくのが便利なので、こちらにセリアのウォールポケットを使って収納しています。そして上の段にはお支度セットという形でセリアのこのラックを引っ掛けて、ここに夫婦それぞれ忘れ物防止に使ったり毎日持ち歩く定期入れなどを置くようにしています。そしてその上は取っ手付きのセリアのケースを使って外で使う遊具であったり、あとは靴のスプレーなどそのようなものを収納しています。で、個人的におすすめなのが玄関にシュレッダーを置くことです。こちらはアイリスオーヤマのシュレッダーで8380円のものなんですけども、送付状とか不要な DM など個人情報をここですぐシュレッダーしてかけておくことができるのでとっても便利です。反対側はダルトンのマグネティックツールホルダーを壁に取り付けていて、シャチハタイン荷物が届いた時にパッと押せるようにマグネットで留めています。あとは緑の段ボールカッター1080円なんですけど、こちらもマグネットで付くタイプのものを購入してここに貼っています。このダルトンのマグネティックツールホルダーはネジで壁に固定していて、こちらは2860円で購入しました。それではリビングルームを紹介していきます。リビングルームは一見全く収納がないように見えるかと思うんですが、実はこのテレビの裏側にルンバがあって、そのルンバのリモコンもここにかけています。あとはあちら側のサーキュレーターのリモコンもこのようにセリアのフックをつけてかけています。そちらにバルコニーがあるので、バルコニーで洗濯をする時用のピンチハンガーもセリアのピンチハンガーのボックスに入れて引っ掛けて S 字フックで収納しています。このようにテレビ裏に100円ショップで買えるワイヤーネットを取り付けて、いろいろコードや配線や小物類を収納することで、テレビボードには何も収納する必要がなく、前から見た時にとてもスッキリする印象を与えています。このテレビボードもとても気に入っていて、ジャーナルスタンダードファニチャーのもので約7万円でした。こちらのサーキュレーターはプラスマイナスゼロのもので約1万3000円です。こちらのソファーは家の中で一番高級な家具になっておりまして、大阪の堀江のブリッジワークスさんというところでセミオーダーで注文したものになります。そしてこの、ローテーブルのところにも実は収納があって、このようによく使う爪切りなどはマグネットでこのアイアンのところにくっつくようにして収納しています。爪切りはよくリビングでするのでこれがすごい便利です。あと、リモコン類は自分で棚を DIY して作ってこのようにして入れています。ではダイニングのスペースに移っていきます。ダイニングの一角にはワークスペースを設けておりまして、ここで、パソコンで作業するにあたり、海図ホームのファイルボックスに書類とかを入れていて、あとここでもう身支度も私はしてしまうので、ここにメイク用品の入れていたりとか、あとこっちにはマニキュアが入っていて、でここにはピアスとかそういうアクセサリー類が入っています。これもセリアの引き出しになります。このように、ピアスとかリングとかが収納されています。そ
そしてこちらがパソコンスペースです。そして我が家はダイニングスペースにメインのクローゼットを設けておりまして、夫の衣類は全てここにあって、で私の衣類も全てオフシーズンのもの以外は全部ここに入っています。私のクローゼットだけ開けてみるとこのような感じです。ほとんど基本的にはかけて収納しているんですけども、下にも無印のポリプロピレンの引き出しを使って収納しています。そしてその隣には、私は服飾雑貨が大好きなのでバッグは結構な数を持っているのですが、かけて収納する分と、あと、セリアの A4 ファイルボックスに入れる収納をしています。こちらでも8割収納を心がけているので、一番下のスペースは少し開けています。そしてこちらのクローゼットには、リビングで使うものがだいたい全て集まっているという感じです。このような文房具類とかプリンターとか、そのようなものもここに収まっています。このように、文具類は、ラベリングすることでとても見やすい収納を心がけています。よく使うものはもうこのように手前に置いているという感じです。配線類ごちゃごちゃしてしまうので、ここでもやはり隠しておりまして、この穴から配線を入れて、スマートスピーカーの配線類などもこの中に、入れておくことで、前から見た時もそんなにごちゃごちゃしないですし、クローゼットの扉を閉めてしまえばもう完全にすっきりするので気に入っています。ダイニングスペースは、お花を飾ったり、あとウェットティッシュをテーブルの上には置いているだけなんですけども、よく使うティッシュは天板の裏側にこのようにマジックテープで留めています。そしてこちら DIY で引き出しを取り付けたり、あとティッシュはあちら側にも2箇所取り付けることで、家族が取って取ってと言わなくても自分で取れる仕組みを作りました。それではキッチンを紹介していきます。我が家のキッチンは 3.7 畳でそれほど広くはないので、持つものを厳選して少ないものを使いやすく収納するっていうことを心がけています。まずシンクの下の収納なんですけども、シンク下もシンク周りで使うものに厳選して収納していて、少し引き出しただけで取りやすい上段には毎日使うもの、この食洗機の洗剤であったり、こちらダイソーのケースです。あと排水口のネットを交換するネット、こちらはセリアのものですなどを入れていて、息子が毎日飲む薬も水と一緒に渡すので、ここにあるのが便利です。もう少し引き出したところにも一軍のものしか置いていないです。このような感じです。毎日、こちらも作る麦茶は手前に置いてます。こちらもダイソーのケースで立てて蓋が立つケースなのでとても便利です。シンクの周りは使いやすいものに自分で取り替えました。水切りラックは使わないときは丸めれるタイプの水切りラックを使っていて、こちらタワーで3850円のものです。スポンジなどもこのように引っ掛けて収納するものを購入したので、ラックなどは撤去しました。ハンドソープはシンプルヒューマンのものを使っています。キッチンなんですけども、言い忘れましたが、リクシルのアレスタシリーズを使っています。コンロ周りは、コンロ周りで使うものを収納しています。このような感じで立てて収納しています。で、あまりスペースが広くないので、このように扉の内側にもケースを置いたりフックをかけることで収納スペースを増やしています。取るのも簡単ですね。全部立てているので。ホットサンドメーカーなどもこのようにフックに引っ掛けて収納しています。ガスコンロ周りは掃除がめんどくさくて大変なので、このように先に前もってマスキングテープを貼っておいたり、タワーの排気口カバーは約2200円で、こちらの掃除大変なんで、これをカバーをつけておくことで
油が飛ぶのを防いで、ここを拭くだけで良くなるので、こちらも予防掃除という形で取り入れています。で、よく使う調理器具はもうここにかけていて、さっと取れるように収納していたりします。食器が好きなので、食器を飾るコーナーも作っています。作家さんものの器が中心です。そしてこちら側に食器棚を置いていて、食器は大好きなので、あえて小さめの食器棚を買い替えないようにして持ちすぎるのを防いでいます。セリアのラックにお皿などは立てて収納するようにしています。さっと取り出せて、さっとしまえる、とても簡単な収納になっています。そして食器類など、保存容器などもできるだけこのように四角いもので揃えるようにしていて、というのは丸いものはちょっと収納しにくいので、できるだけ四角いものを選ぶようにしています。続きまして、リビングの横にあるのが6畳の和室になっています。ここには息子のものが中心に置いてあります。小学校1年生の息子がいて、ここで支度をしたりしています。学校からもらってくるプリント類はもうここにガサッとニトリのボックスに入れてしまったり、簡単な収納を心がけています。特に学習机などは買っていません。で、ここに息子の衣類は収納しているんですけども、洗濯物を畳んで入れるのも基本的に本人に出しているので、多少ぐしゃぐしゃになっていてももう口出しはしないようにしています。そしてこの横がおもちゃスペースになっていて、ラベルも本人が考えて書いていて、一緒に考えることもあります。ここがいっぱいになってきたらおもちゃの整理をしたり、新しいものが欲しくなった時に整理をするようにしています。ここが一番大きな我が家の収納になるので、冬の布団、毛布類などを入れていたり、一番下にはスーツケースを入れたりしています。一番左には日用品の在庫などを、ティッシュ類などパッと取り出しやすいように収納しています。薬などがここに、マスクとかがいろいろ入っています。引き出し収納にすることで、押し入れの奥まで活用することができます。ここでも8割収納を心がけていて、取りにくい上の方はあえて開けています。こちらが洗面所になります。洗面所は広さの割には収納が比較的多くなっておりまして、こちらの造作の棚には無印のポリプロピレンケース引き出し式朝型っていうものを置いていて、この中にお風呂上がりに着る下着やルームウェアなどを全て収納しています。ニトリのインボックスにこちらがフェイスタオル、ビッグフェイスタオルっていうのを収納しているんですけども、洗濯機で乾燥までかけた後にもう畳まずにこの中にポイポイと放り込んで収納しています。で、息子の下着類に関してもこの中にポイポイと入れてしまったりして、下着類も特に畳んではいません。取りやすいところにこのようにコンタクトレンズなどはもう右と左に仕分けして最初から入れてあったりします。そして反対側が洗濯機があって、その上に造作の収納棚を作ってもらっています。洗濯機の周りの収納はマグネット収納を活用していて、こちらうがいコップはモグのもので1540円、あとセリアの D 型のフックをつけていて、こちらにメガネを収納したり、あと、使用済みの洗濯前のマスクをこのセリアのフックにかけていたりします。そしてこの、タイルの洗面台も造作で作ってもらったものになります。手洗いがとても重要になるので、来客用にこのペーパータオルも付け足すことにしました。イディアコのウォールペーパータオル2750円になります。洗面台の下に白いトスコのランドリーバスケット M ホワイトっていうものを2個置いているんですけども、×と丸っていうシールを貼っていて、これは乾燥機が NG のものと OK のものとあらかじめ仕分けをして分けて入れてもらうようにしています。で、お風呂も少しだけ説明しておきます。
お風呂はリクシルのもので、基本的には全て浮かせる収納をしています。備え付けてあった棚類はほとんど撤去してしまって浮かせることをメインにしています。これで底のヌルヌルなども防ぐことができます。掃除道具も基本的には引っ掛けて収納しています。トイレの紹介になります。トイレも基本的には床に何も物を置かないようにしていて、こちらのニトリのマグネットトイレブラシでさえも浮かしています。ニトリのマグネットトイレブラシは1290円なんですけども、こちらも床から浮かしています。このようにセリアのフックをかけています。このトイレブラシ自体も浮かせる仕組みになっています。トイレのスプレーもこのように浮かせています。消臭剤とかは置いてなくって、このアロマディフューザーのみです。こちらはアットアロマのディフューザーで3300円になります。スリッパも基本的に家族は使わないのですが、来客時に使えるようにセリアのワイヤーに浮かせて収納しています。最後に寝室です。こちらはインテリアとしてはまだまだで、改善の余地大ありという感じです。ダブルベッド1つと隣にシングルのベッドマットレスを置いて寝ています。もっと快適に暮らせるように、ここはいろいろ変えていきたいなと思っている空間になります。ルームツアーは以上になります。概要欄から私のインスタグラムに飛ぶことができますので、ぜひ遊びに来てください。整理収納術や家事楽の投稿などをしています。紹介した商品は楽天ルームにも載せていますので、そちらも合わせてご覧ください。ルームツアー最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。